こんにちは。今日ご紹介するのは、私たちが普段意識しないでいる時間の流れについて、深く考えさせられる一冊。あっという間に人は死ぬから時間を食べ尽くすモンスターです。この本のタイトルだけでも強烈なインパクトを与えてくれますよね。日常生活に追われていると、私たちは時間が限られたものであることを忘れがちですが、この本はその時間の貴重さを思い出させ、どう生きるべきかを問いかけています。時間は誰にでも平等に与えられている一方で、無駄に過ごしてしまいがちです。この本では、私たちが無意識のうちに時間を奪われる理由や、それをどう取り戻すかを具体的に解説しています。それでは、この本の内容を掘り下げ、前半部分の解説を始めていきましょう。第一章時間という最も貴重な資源。最初に著者が強調するのは、時間はお金や物よりも貴重な資源であるということです。お金や物は失っても取り戻すことができますが、時間だけは過ぎ去ると二度と戻ってきません。それにもかかわらず、私たちはしばしば時間を浪費し、重要なことを後回しにしてしまいます。この章では、時間がどれだけ貴重であるかを具体的な事例を通じて説明しています。私たちは日常生活の中で何気なくスマートフォンをいじったり、無駄な会議や仕事に時間を費やしたりしていますが、その時間の浪費は積み重なると大きな損失となります。著者は、この無意識の時間泥棒たちが私たちの人生にどれほど影響を与えているかを鋭く指摘しています。そして私たちが本当に大切にすべき時間の使い方を見つけ出すことが、この本のテーマの一つでもあります。何に時間を費やすべきかを明確にし、そのためにどのように行動するべきかを考えるきっかけを与えてくれる章です。第2章時間を食べ尽くす、モンスターの正体。次に、この本のタイトルにある時間を食べ尽くすモンスターについてです。著者は、私たちが意識せずに、時間を奪われるモンスターについて、詳しく解説しています。このモンスターは、物理的な存在ではなく、むしろ、私たちの生活に潜む習慣や、無駄な行動に象徴されています。例えば、日々の生活の中で私たちは、SNS のタイムラインを無目的にスクロールし続けたり、テレビをぼんやりと見たりして、多くの時間を失っています。このようなモンスターたちは、私たちに何かを提供しているように見えて、実際には何の価値もない時間を浪費させています。この章では、具体的な時間を食べ尽くすモンスターとしての習慣を取り上げ、それらがどのようにして、私たちの貴重な時間を奪っているのかが解説されています。これにより、私たちは自分自身の日常を見直し、無駄な時間をどう削減するかを考え始めることができるのです。第3章優先順位の大切さ。本書のもう一つの重要なテーマは、優先順位です。私たちが限られた時間をどのように使うかは、優先順位をどう決めるかによって大きく変わってきます。日々の忙しさの中で本当に重要なことを後回しにし、些細なタスクに時間を取られてしまうことが多いのではないでしょうか。著者は優先順位を明確にすることが時間を有効に活用するための第一歩だと述べています。例えば仕事、家族、趣味など私たちが時間を割くべきことをリストアップし、それに応じて時間の使い方を見直すことが大切です。この章では効果的な時間管理の方法や重要なことに集中するための具体的なテクニックが紹介されています。特に現代社会ではやらなければならないことが多すぎて、どれから手をつけるべきか迷うことがあります。そこで著者は80対20の法則パレートの法則を用いて、全てを完璧にこなすのではなく、効果が最大になる 20% の重要なタスクに集中することを推奨しています。このアプローチにより、少ない時間でも最大の成果を得ることが可能になります。第4章やるべきこととやりたいことのバランス。現代人が抱える大きな課題の一つは、やるべきこととやりたいことのバランスです。私たちは仕事や家事、社会的な義務に追われ、自分が本当にやりたいことを後回しにしてしまいがちです。この本では、やるべきこととやりたいことのバランスを取り、人生をより充実させるための考え方が紹介されています。著者は、日々の中でやるべきことに追われているだけでは、最終的に後悔する人生になる可能性が高いと警告しています。そこで自分が本当にやりたいことをリスト化し、それに向けて少しずつでも時間を割いていくことが重要です。やるべきことばかりに時間を費やすのではなく、自分の情熱や興味に基づいた活動にも時間を投資することで、より充実感のある人生を送ることができます。この章では、やるべきこととやりたいことを両立させるための具体的な方法が提案されています。例えば、週に1日、完全にやりたいことに集中する日を設けることで、ストレスを軽減し、自己実現のプロセスを加速させることができるというアドバイスがあります。第5章今すぐ行動を始める重要性。最後に、本書が強調するもう一つの重要なポイントは、今すぐ行動を始めることの大切さです。私たちは、しばしばいつかやろうと考えながら、重要な決断や行動を先延ばしにしてしまいます。しかし、著者は明確にいつかという未来は存在せず、今この瞬間しかないと述べています。本書を通じて、時間を無駄にせず、今この瞬間から行動を始めることの重要性が、繰り返し強調されています。
行動を起こすこと自体が時間を有効に使うための最大の手段であり、たとえ小さな一歩でも未来に大きな変化をもたらす可能性があるのです。具体的には5分ルールや行動のトリガーを使って今すぐに行動を開始するためのテクニックが紹介されています。著者は行動を先延ばしにするのではなく、すぐに取り組むことで時間の浪費を防ぎ、より充実した毎日を送ることができると提案しています。第6章時間を取り戻すための具体的なステップ。後半では著者が提案する時間を取り戻すための具体的なステップが紹介されています。この章ではただ時間を大切にするというだけでなく、実際にどうやって時間を有効活用するか、具体的な行動に移すための方法が解説されています。一つの方法は時間の棚卸しを行うことです。日々の活動を見直し、自分がどのように時間を使っているのかを客観的に把握することが大切です。時間管理において、私たちは無意識のうちに無駄な時間を浪費していることが多いため、まずその時間の流れを意識的に把握することが第一歩です。著者は1日の終わりに5分間、その日何に時間を使ったかを書き出すことで、自分がどのように時間を使っているかを可視化することを勧めています。このシンプルなステップにより、無駄な時間や改善の余地がある部分が明らかになります。そこから優先順位を再設定し、時間をより有効に使うための計画を立てることができるのです。第7章小さな習慣が人生を変える。著者はまた、時間を効果的に使うためには、小さな習慣を身につけることが重要だと述べています。大きな変化や目標に向かって一度に全力を注ぐのではなく、日々の中で少しずつ改善していくことが長期的な成功への道だと説明しています。例えば、1日に5分でも読書やスキルの習得に時間を割くことを習慣化することで、長い目で見れば大きな成果につながることがあります。この小さな習慣の積み重ねが時間の浪費を防ぎ、充実感を得るための鍵となります。また、著者は習慣化することで意識的な努力が不要になるとも指摘しています。これにより、限られた意志力を重要なタスクに集中させることができ、効果的な時間管理を実現できるのです。第8章終わりに向けた施策。本書の終盤で、著者は私たちの時間には限りがあるというシンプルながら、深いテーマに再び触れています。時間は限られているからこそ、その使い方を真剣に考える必要があります。人生を充実させるためには、今この瞬間から自分の時間をどう使うかが重要なのです。最後に、著者は視聴者に対し、あなたにとって最も重要なことは何ですか？と問いかけています。この問いに答えることができれば、あなたの時間の使い方が劇的に変わるでしょう。何を優先し、どのように行動すべきかは、自分の人生において何が本当に価値があるかを知ることから始まります。結論、自分の時間を取り戻すために、あっという間に人は死ぬから時間を食べ尽くすモンスターは、日常の中で見過ごしている時間の浪費について、鋭く指摘し、その解決方法を具体的に示してくれる一冊です。著者の提案するステップを実行に移せば、あなたも自分の時間を有効に使い、後悔のない人生を送るためのヒントを得ることができるでしょう。この本を読むことで、今まで気づかなかった時間の価値を再発見し、自分自身と向き合うきっかけになるはずです。下のリンクから購入できるので、ぜひ手に取って、あなたの時間の使い方を見直してみてください。今日からあなたの時間を取り戻しましょう。